あなたがこの国を変えてくれ。応援してます。あなたはご存知だろうか。かつて絶大な支持を得ながら落選したアメリカ副大統領。なぜ落選することになったのか。そこにはアメリカ史上最も謎に包まれた闇深い出来事があった。こんにちは。この喫茶店のマスターです。こんにちは、狼男です。こんにちは、新キャラの天子です。あれ、俺たちの立ち絵が変わってないか？ああ、これはね、新キャラの天子ちゃんを追加するのに合わせてリメイクしたんだ。今回は何について解説しますか？今回は以前にリクエストされたヘンリー・ウォレスの解説をするよ。正確には彼の2度目の副大統領投票選かな。これはかなり闇の深い出来事でね。政府のナンバー2を決める投票で？しかもこれが今後の歴史を変えたとも言われているんだ。そんなハウス・オブ・カードみたいなことが、事実は小説よりもきなりとは言いますが、それは見てからのお楽しみだね。今回の動画にも座敷わらしちゃんが隠れているよ。気になったら探してみてください。では始めようか。お願いします。あやかし喫茶店。では解説を始めるね。お願いします。今回の主役はヘンリー・アガードーレス。彼は1888年にアイオワ州で生まれるよ。父親はヘンリー・シー・ウォレス。第7代アメリカ農務長官だよ。当時はアイオワ州立大学の酪農学教授でしたね。親子揃って政治家の道へ進んだんだね。父親が政治家になるのはもう少し先になるけどね。ある日、アガードの父親はある男性を家に住まわせるんだ。ジョージ・カーバー。父の教え子で彼も後に有名な科学者になるよ。州立大学なら寮とかありそうだけど、どうして彼を招いたの？まあ、自由の国アメリカだから理由は分かりきってるけどね。それが理由で寮を追い出されたんでしょうね。そう、だからカーバーを住まわせたんだね。恩を返すためカーバーはアガードに勉強を教えるようになるよ。父親にも先見の明があったんだね。父とカーバーの影響もあって1906年にアガードも同じ大学に進学するよ。農学部を専攻し植物学、主にトウモロコシの研究をしたそうだね。大学を卒業したアガードは父親が創刊しているオレスズファーマーの記者になるよ。ちなみにこの雑誌は1898年から現在も発行されています。そして1920年代にハイブリッドコーンを開発、生産力を激増させたりもするよ。ちなみに父親が農務長官をしていたのはこの頃だね。農務長官の息子が発行する農業雑誌、かなり影響力がありそう。当時のその雑誌にはどのようなことが書いてありましたか？そうだね、農業の機械化、遺伝学、価格調整の重要性を述べた記事が注目されたね。しかし彼の父が亡くなって数年後の1930年頃に世界が混乱の渦に巻き込まれる。一体何が？1929年、アメリカの有力企業の株価が大暴落、世界中でデフレなどが起きてしまった。世界恐慌ってやつだね。トウモロコシ、小麦、綿花などの売り値は半分以下になったそうだね。正直、今の不景気が可愛く見える数字ですね。マイナス 89% って桃鉄でもなかなか見ないぞ。特に農家の被害が深刻でね。3万8000件近くの破産申請、75万個が失われたそうだね。農家だけでもこの数ですか？このままだと食糧難になってしまう。そう、ここである男性がオレスにコンタクトを取るんだ。ある男性。誰なんでしょうか？では、その時の様子を見てみよう。さて、トウモロコシの魔術師とはどのような男か。オレス氏はこの先でお待ちです。お会いできて光栄だ、ミスター・オレス。あなたのハイブリッドコーンの話は私の周りでも話題でね。光栄です。ルーズベルト閣下。ですが、私は作物以上に人々の未来を改良したいと思っています。ほう、これは大きな挑戦だ。
政治は作物以上に手強い連中が多いが大丈夫かな。コーンも人間社会も理性と協調があれば必ずより良い形に改良できます。噂以上に面白い男だ。この国には君のような男が必要かもしれんな。これがアメリカや世界の未来を左右した出会いだね。実に運命的な瞬間だ。まさかそんな直接対面していたとは。てっきり書類のやり取りだけかと思ってたよ。ふふ、どちらも随分余裕があるのね。これってもしかして大きな展開の前触れ？ああ、この出会いがやがて激しい波乱を呼び起こすことになる。まさかこの先で何か起きるのか？ふふ、教えてマスター、これから何が待っているの？それはすぐに明らかになるさ。時は流れ、1940年、ルーズベルトは第3期大統領選挙への出馬を決意。副大統領候補を探していた。今回の選挙、我々は未来への希望を掲げなければならない。重苦しい戦争の影が世界に忍び寄る中でな。ならばミスター・ウォレスを推すべきかと、農民層から圧倒的な支持がございます。あの男は理想家だ。だが、それが今のアメリカには必要かもしれん。人は理想を追い求める限り前に進める。その道がどれほど困難であろうとも。はあ。というわけだ。引き受けてくれないか。私が副大統領に？なるほど、ここで運命の歯車が大きく回ったのか。それにしても大胆な選択ね。理想だけで世界は動かせないはずなのに。そう、理想はいつも試される。この先が本当の試練の始まりだね。我々は今こそこの国の進むべき未来を書き直すべきだ。自由は単なる言葉ではない。自由は全ての人々に保障されねばならない。副大統領閣下、それは理想としては立派ですが、それを現実的な政策に落とし込むのは。現実を変えるのが政治だ。できない理由ではなく、どうすればできるかを考えてくれ。ふむふむ、なるほど。こんな高官が俺たちの話を聞いてくれるなんてな。行動が早いな。言葉だけじゃなくすぐに現場に向かうとは。でも理想を語れば語るほど周囲の反発も強くなるものよ。それに気づいているのかしら。ああ、残念だが彼はまだ知らない。理想への道は美しくも限りなく険しい薔の道だということを。1942年、ホワイトハウスの一室。外では戦争景気に沸くアメリカ。ラジオからは戦況報道が流れ、ウォレスは机に広げた報告書を睨みつけている。この報道の陰で一体どれほどの血が流れているのか。私の理想は実現できるのか、ただの空論になってしまうのか。副大統領閣下、次の会議の時間です。軍事予算の拡大案についてです。ああ、わかった。すぐに向かう。その予算はもっと良い方法に使うべきだったはずだ。世界は戦争という巨大な渦に中にあった。ウォレスの理想はその渦の中でかき消されようとしていた。理想を掲げたままこの状況に立ち向かわなければならないのか。想像以上に過酷な道だな。でもそれが理想を持つ者の宿命なのかもしれないわね。彼は嫌でもそれに気がついているはず。輝かしい理想ほどそれを掲げ続けるにはそれ以上の覚悟がいるんだね。この先ウォレスはその覚悟を試されることになるね。我々は戦争のためだけに経済を回してはならない。平和のための産業にこそ投資すべきだ。副大統領閣下、それは現実的ではありません。我々は今、勝利を最優先すべきです。勝利は重要です。しかし、その先にある世界は今ここで形作られているのです。貧困と差別に満ちた国では真の勝利はありません。街では戦争特需に沸く工場と、一方で職を失った人々の行列がウォレスの目に映る。この時彼は心のどこかで理解していたのかもしれない。この現実と自分の理想の限界を。
人は勝利のためにどこまで犠牲を払うのか。私はこの手で何をなすべきなのか。勝利のために誰かの未来を犠牲にする、それが現実というものなのか。理想は時には孤独を生むものかもしれないわね。それでも歩みを続けてこその本当の勇気じゃないかしら。この時ウォレスはすでに知っていた。自分の理想がもう周りの多くの者に理解されないことをね。それでも彼は歩みを止めなかった。同年、黒人コミュニティや国連での演説などで支持率を維持していたんだ。少なくとも理想を掲げることで民衆の人気は高かったようですね。しかし結果的にこれが悪手になってしまった。官僚たちには戦時中に余計な火種をまいたとみなされたんだね。輝きが増せば増すほどその影も暗くなってくのね。古今東西、デルクイは撃たれるのか。そして次は運命の1944年の民主党大会だね。1944年7月、シカゴのインターナショナルアンフィシアター。会場の外には多くの民衆が訪れ、皆がウォレスの名を呼んでいた。もちろん、その声は中にいるウォレスにも聞こえていただろう。あの声は私を呼んでいるのか、それとも最後のは彼の声なのか。どちらにしろ、私は彼らのためにできることをしよう。これほどの歓声が外にあっても、彼はこんなに静まり返っているのか。これが本当の嵐の前の静けさってやつね。もうこの国のどこかで運命が決まっているのを知っているのかしら。ああ、彼はもう気づいているはずだよ。だけど最後の瞬間まで諦めない。彼はそういう男だったんだ。しかし時を同じくしてシカゴにあるホテルブラックストーン、そこで怪しい取引や交渉が行われていた。ついに歴史の裏側を覗くのですね。映画でしか見たことがないよ。みんなは心の準備はいいかな。うん、大丈夫だよ。私も覚悟はできました。では見てみようか。1944年7月の深夜、シカゴのブラックストーンホテルの一室。重厚なドアの向こうでは2人の男が佇んでいた。今まさにアメリカの舵取りのルートを決めていた。カリフォルニア州は戦時産業への追加契約で確保済みだ。代表には未来の経済はトルーマンが握っていると言っておいた。オハイオはどうなっている？そこは少々厄介みたいだが。戦後の公共事業と資金提供の拡大を約束した。彼らはもう理想より現実を選び始めているからな。南部諸州はどうなった？彼らには事務苦労法には一切口を出さないと伝えた。人種問題に波風を立てないと約束すれば忠誠は簡単に変えるってわけだ。ウォレスが夢見る平等が交渉のカードになるとはな。失礼いたします。ルーズベルト大統領は体調が優れないため、指名は避けるとのことです。これで決まりだな。大統領が何も言わなければ我々が次のアメリカの舵を取る。ウォレスさん、頑張れ。応援してます。聞こえるか？あれが理想の叫びだ。叫びは夜が明ければ消える。取引は残る。これが歴史の裏側。叫びはあんなにも熱かったのに、ここはそれ以上に冷たすぎたのね。あの時、誰かがこの扉を開けていたら、未来は少しだけ違っていたのかもしれない。でも叫びは消えても、人々の願いは世界のどこかに残っているはず。ああ、この閉ざされた場所で未来は決まってしまった。だけど人の心まで閉ざすことはできない。そしてその声はまた別の場所でより大きくなってよみがえるものだね。副大統領候補の決定にあたり、最終投票の結果を発表します。次期副大統領候補はハリー・エス・トルーマン氏に決定しました。
ウォレスが当選しなかっただと。何かの間違いじゃないのか？これは私の敗北か。だが理想はここで終わるものではない。終わったんだよね。そう、今回は。だけどね、理想は終わらないわ。そう、この敗北は始まりでもある。彼はしばらく商務長官に就任する。そしてソ連との融和政策を訴えるんだ。だけど、もうこの頃って。そう、それが原因で解任されてしまうんだ。1948年、ウォレスは新たに進歩党を立ち上げる。そして大統領選挙に挑む決意をするんだ。今度こそ平和なアメリカを築くためにね。彼の理想はまだ終わっていなかったようだね。彼はソ連との融和政策、人種差別問題の解決を訴え続けた。だけど、この時代って。そう、冷戦の真っ最中でね。特に融和政策が彼を危険視することになってしまってね。共産主義者とみなされてしまったのですね。政治の舞台を降りた彼はアイオワに戻り余生を過ごす。そして1965年、ALS により77歳で息を引き取るんだ。ついに亡くなってしまったか。静かに去っていったのね。最後まで彼らしかったわね。彼が大統領になっていたら歴史はどうなっていたんだろう。今となってはわからないけど、よく3つのことが言われるね。一つは1945年の広島と長崎の件が起きなかったかもしれない。やはり日本への影響も少なくなかったですか。二つ目はソ連との融和政策により冷戦は多少穏やかだったかもしれない。三つ目は人種問題も今よりは改善されていただろうとね。これらがよく話題に上がるね。今の世界はあの密談で、いつか彼がまいた理想の種が芽吹いてくれると良いのだけど。そうであると願いたいね。そしていつか大きな実を宿すことをね。そろそろ解説を終わりにするね。ありがとうございます。あやかし喫茶店。今回は幻の大統領ヘンリー・ウォレスを解説しましたがいかがでしたか？重い話だったけど、知らなかった現実を見ることができたよ。たった一晩の出来事がこんなにも未来に響いていたなんて。でも理想は誰かが語り続ける限り消えないのよね。今度は私たちがそれを忘れない番かもしれないわ。そう、歴史は常に過去から学び未来へ向かうもの。皆さんにも今回の物語が少しでも意味を考えるきっかけになれば幸いです。この動画のどこかに挿し木わらしちゃんが隠れています。過去の動画にも隠れています。気になったら探してみてください。リクエストも本当にありがとうございます。このチャンネルでは他にも様々な歴史を解説しています。高評価、チャンネル登録をしてくださるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。